次は、まあ、山川圭介さんでも山崎コーチでもどちらでもいいんですけど、まあ、今、その映像を見たり、まあ、健三さん、武田か翔吾の話を聞いて、まあなんか、その思うことがあったら自由に話してください。どちらから行きましょうか。じゃあ、圭はい。介さんお願いします。映像を見てて、思ったんですけど、ドはい。ルフィンキックの違いで、あんまり打ち込んでないなっていうのはすごうく印ん。象として思はい。いましたね。うん。で、打ち込んでなくて、で、最後まで多分打ち込んでいた時のつま先の深さなんかも、体よりも全然前に出てない、むしろうん。腰よりもちょっと下ぐらいのところまでしか打ち込んでうん。ないっていうのは、やっぱり全然打ち方が違うんだなっていうふうに思いました。うん。そういう意味で、どんな意識で、キックを打ってるかっていうのを、武田選手に聞きたいんですけれども。そうですね。意識としては、やはりその言ってもらった通りに、蹴り幅っていうのは、なるべく広げないようには意識はしています。あとは、そのやはり蹴り下げ、蹴り上げあると思うんですけど、僕の中ではやはり蹴り下げっていうのは、あんまり意識しない部分で、基本的うん。にその蹴り上げうん。のそのキックを押し上げるっていうイメージをすごく、大事にしていて、その中でもそのやっぱり膝裏のあたりをこう押し上げるようなイメージうっていうん。のをすごく、思ってますね。ですがいや、蹴り上げでを意識してるっていうのはすごく映像とリンクしててすごく納得しました。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、山川じゃないや。山崎コーチ、よろしくお願いします。はい。今、圭介さんおっしゃってくれたような、蹴り上げの感じもすごい、力強い蹴り上げというか、意識がすごく向いてるなっていうのは分かったんですけど、それよりも、あの、ダウンキック、蹴り下げのところにすごく個人的には、すごい上手だなと思った点が一個あって、はい。膝から落ちる感じ、膝がこう、カクッと、膝カックンされるような感じっていうのが、なかなかあれ普通の選手出せないと思うんですよね。バタ足とかでも、スイはいはい。ムとかでも、ずっとこう、膝カックンされながら、でも蹴り上げはちゃんとすぐ切り返しができてるっていうのは、すごくなんか見てて、綺麗だな、上手だなっていうふうにバタ足に関してはう思いました。ん。なんか特別なこう、練習とか、ドリルとかでもいいんですけど、なんか意識して獲得した技術なのか、それとももう、なんとなくやってたらずっと身についてたものなのか、どんえっな感じですか？と、そんなに特別なことはしていないんですけど、やはりその自分のキックを打つ中で、フラッターキック、その板キックを打つ中で意識しているっていうのが、キックをすべて、水中の中で完結させるっていうのをすごく意識していて、やはりみんなキック飛ばしたりすると、その水面から足出ちゃったりとか、しぶき上げたりしてる選手ってすごく多いと思うんですし、それが結構一般だと思うんですよ。でもやっぱりその僕の中ではその水中でその切り上げも蹴り下げも完結してその泳ぎ切るっていうのがその今の2ビートのキックに生きてるんじゃないかなって思ってて、それは僕がその2ビートを変えてからすごくずっと継続してやってるトレーニングですね。で、一応その、キックを、後ろから撮った水中動画がありまして、一応ちょっと参考として、じゃあ画面に移します。ちょっとすみません。見づらかったら申し訳ないんですけど、一応これが普段のフラッターキック、ハードしてる時も基本的に、水中で蹴り上げ、蹴り下げを、意識して、自分の意識の中では、この膝裏っていうのを押し上げるっていう点と、骨盤をしっかりとその、なんだろう、水平に戻すっていうイメージ
っていうのを強く持って、普段のキックやってますね。ちょっと画面閉じます。はい。大丈夫でしょうか。これ多分なかなかやっぱりこう、はい後ろから見ると、膝がやっぱり先に落ちてるのがすごい分かって、う。うんん。なかなか普通の選手はこうならないと思うんですよね。うん。側がこう先に働くんで、足先が先に落ちて、その後こう、股関節がっていう感じの順番が多いと思うんですよ。だから、片足した後はももの前がめちゃめちゃ疲れますっていう選手がすごくいて、片足でもも裏きついですっていう選手あんまりいないというか、聞いたことがないというか、まあまあもちろん速い選手はそういう感覚持ってる人多いかもしれないですけど、すごく特徴的でした、今のは。そうですね。そうですね。僕の場合はやっぱそのもも前が疲れることってあんまりなくって、キックを飛ばしてても基本的に疲れる部位ってなると、やっぱ腸腰筋のあたりぐらいですかね。じゃあ結構その足の根元から打ってるイメージだけっていう。そうですね。はい。でその押し上げは意識してるけど、裏側でもの筋肉でも疲れるとことかってないあんまり。その例えば、結構押し上げる意識したらそのハムとかお尻とかきつくなってくるのかなって思ったんだけど、そういうのも特にない。まあ、特にはないですね。まあ、その基本的にはその膝裏を意識して押し上げてるっていうイメージですかね。山崎これどうなんでしょうね。あ、健三さん喋ります。いいですか？はい。今のそのキック、バタ足、ビート板のバタ足してる時のキックって、そのように意識しやすいと思うんですけど、スイムの時もそのようなキックの打ち方っていう意識されてますか？そうですね。やはりスイムの時も、その、膝裏を押し上げるようなイメージで、やはりその水面から足は基本的には出さない。で、泳ぎ切るっていうイメージですかね。で、なんかその、1500とか泳いでたりとか、まあ練習で何回も繰り返して泳いでる時もそうだと思うんですけど、やっぱ途中で疲れるとどんどんなんか、泳ぎの意識がちょっと雑になってきたりする時とか、なんかあると思うんですけど、そういう時になんかキックの、なんか手じゃなくてキックのことを意識すると、なんか少し速くなったというかスムーズになったとか、なんかそういう経験とかなんかありますか？あります。それはなんかそのやっぱり、蹴り下げた後にその蹴り上げの意識がなくなって、その足が落ちたままだと、やはりそのボディポジションが落ちたまま、で、その体が斜めになった状態で、そのプルだけで押してもやはり全然進まないので、基本的にやっぱり推進力を生むのはプルだと僕も思ってるんですけど、そのプルを生むための姿勢として、その2ビートの蹴り上げっていうのがすごく大事なんで、まあ、レース中も基本的にはその膝裏の押し上げのイメージと、そのあとちょっとケツを少し入れるような、固めるようなイメージっていうのも若干持ってます。じゃあってことは、まあ、下半身、キックも含めて下半身全体を高い位置にして、なんかプルで作った推進力だったりとか、前に進む力っていうものを、なんかうまく活用できるようにするみたいな。そうですね。そう、推進力ではないかもしれないけど、早く泳ぐために2ビートをしっかりやってるっていうか、楽してるところもあるけど、楽してるだけじゃなくて、しっかり2ビートは2ビートでキックの役割を果たしてるっていう。そうですね。やっぱりこの動きがないと、まあその足をただ動かさないだけだったら、多分全然1500泳ぐなんて無理だと思うんで、まあ僕の中でもやっぱこの2ビートの蹴り上げっていうのは結構大事なウェイト占めてるかなっていうのはありますね。はい。なんかすごい、それ大事な、2ビートだから休んでるわけじゃなくても、そういうのしっかりあるんだってところは大事なのかなって、別に6ビートだからでなければならない理由にはならないかなっていうね。そうですね。いいなって思います。じゃあ、とりあえず今、回の半分ぐらい来たんですけど、ちょっと、まあ今出た話をまとめてみますね。まあ、とりあえず、その、正吾のその意識として、
結構やっぱり打ち込まずに打ち上げる意識だけを持つことによって切り返しを早くして、で、その結果回転数が上がる。で、まあやっぱりそうすることによって、まあ筋肉もあまり使わないで、効率のいいキックが打ててるから楽に打てるってことだと思うんですよね。で、それで、まあレース中においては、まあそのキックを、まあ、進むためというよりかは、体を浮かすために使っていて、で、まあそれも6ビートじゃなくて2ビートにすることによって、なおエネルギーを使わない省エネのキックを打っているっていう感じですかね。はい。遠藤さん。大体その通りです。僕の感覚としては、はい。うん。